クレオパトラとその妹アルシノエ4世の対立。イントロダクション。歴史はしばしば兄弟や姉妹間の対立に満ちています。王位や権力をめぐる争いは緊張とドラマを引き起こし、その一例がクレオパトラとその妹アルシノエ4世の対立です。これらの争いは、個々の人々だけでなく、国家全体にも影響を与えることがあります。今回の動画では、ズンダモンと四国メタンの対話を通じて、この兄弟間の対立の経緯や結末について探り、その社会的、政治的な影響について考えてみたいと思います。クレオパトラとアルシノエ4世の関係。クレオパトラとアルシノエ4世ってどんな関係なのだ？クレオパトラとアルシノエ4世は姉妹で、エジプトのプトレマイオス朝の一部よ。クレオパトラは7代目のプトレマイオス女王で、アルシノエはその妹だったの。彼女たちはとても強力な家族の一部で、エジプトの支配を維持していたの。その時代、エジプトは世界で最も豊かで強力な国の一つだったのよ。姉妹の対立の原因。なんで姉妹なのに対立してたのだ？それは、王位と権力をめぐる争いから来ているの。クレオパトラは共同統治者として、弟と王位を分け合っていたんだけど、自身が全権を握りたいと考えていたの。一方、アルシノエ4世も王位を狙っていて、姉妹間の対立に火をつけたの。つまり、彼女たちは同じ目標を持っていたんだけど、その方法については全く違う考えを持っていたの。この対立は、彼女たちの個々の野望だけじゃなくて、対立の結果とその影響。その対立はどっちが勝ったのだ？結果的にはクレオパトラが勝利したの。彼女はローマの援助を得て、アルシノエ4世を追放して、自身がエジプトの単独支配者になったの。アルシノエ4世は後にローマで暗殺されて、彼女の野望は終わりを告げたのよ。それって、その後のエジプトにどんな影響を与えたのだ？クレオパトラの勝利は、エジプトの政治構造に大きな影響を与えたの。彼女の単独統治によって、エジプトは安定した時期を迎えて、クレオパトラはその後も、エジプトをローマの影響から守るために尽力したの。それによって、エジプトはその後も繁栄を続けることができたのよ。まとめ。クレオパトラとアルシノエ4世の対立は、権力と影響力をめぐる争いの一例であり、最終的にクレオパトラが勝利しました。しかし、この結果は姉妹間の対立だけでなく、エジプトの未来にも大きな影響を与えました。彼女たちの物語は、歴史の中での、家族間の争いと権力闘争の重要性を教えてくれます。これは家族がいかにして政治的な決定に影響を与え、国家の運命を左右することができるかを示しています。権力闘争、家族の対立、個人の野望。これらは今もなお私たちの社会で見られる事象であり、クレオパトラとアルシノエの物語を通じて、これらの要素が歴史をどのように形成したかを理解することができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。